どうもじゃあギターショップトニック店長の小沢です。副店長の村井です。皆様明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2026年今年もギターショップトニックをよろしくお願いします。お願いします。お正月ということでですね、はい、特別企画で持ってまいりました、トニック店長の小沢と副店長村井の私物のギターをですね3本ずつ紹介していこうと思います。初の試みですね。そうですね。僕はまず本編初。そうですね初登場ということで、普段はですねこう PRS のギター紹介だとか日本製のギター5000とかなんかアメリカ製とかいろいろやってるんですけど、今回ちょっと初めて私物を紹介していこうかなと思っておりますので、はい、小沢のギターは割とこう見たことある方ちらほらいるんじゃないかなと思うんですが、普段ショートでめちゃくちゃかっこいいギターを弾いてくれてる村井がどんなギターを持ってきたのか、はい、皆さんもちょっと気になる部分だと思いますので、よろしければ最後までご視聴ください。お正月なのでお酒でも飲みながらおせち料理とか食べながらゆったりと見ていただければと思います。ということで本編へどうぞ。早速ですね紹介していこうと思うんですけど、まず小沢のターンからいこうと思います。こいつですね。はい。トム・アンダーソンのザ・クラシックというモデルですね。トムアン愛があると言い続けてるんですけども、その愛を持つきっかけになった一本がこいつですね。これ結構見たことある方多いと思いますね。買った経緯と言いますと、はい。2015年の8月ですね。黒沢楽器さんが、お茶の水でこう開催している大楽器祭っていうのがありまして、そこでですね、見つけまして、僕ずっとシャムシェードが大好きで、大太さんが使っているこのドンズバのモデルをですね、欲しいなとか思いつつ、こうでも買えないなみたいななってたら茶水で見つけまして、当時こうバンドメンバーと一緒に見に行ってっていう思い出がありますね。2年ローンで、はい、購入をしました。大体楽器買う時というか、はい、こういうハイエンド系モデル買う時って基本ローンです。一括はなかなか厳しいですよね。バンドやってたりしたらなおさらお金ないからねそうですねなので2年ローンで購入をしましたね。喫煙所でタバコをこうバンドメンバーと一緒に吸ってても手ブルブル震えてていやどうしようみたいな。支払いへの恐怖ですか。30万を俺は払い終えることができるのかみたいな当時の稼ぎで俺はこの2年間ちゃんと生きていくことができるのかみたいな、はい、っていうちょっと不安もありつつ購入をしたんですけど、がっつり大太さん仕様ですね。アッシュボディでメイプルネックでボラボラブルーカラーでみたいな改造してる箇所がありまして、このフロントのピックアップとリアのピックアップ変えています。ピックアップ経年で錆びてきたりするとピックアップに触れるとタッチノイズが出てレコーディングとかで使いづらくなってっていうのがあるんですけど、まさにその事件が起きたので交換しました。ちなみにリアのピックアップに関しては僕がまだベーシックに入る前にギークインボックスで社長にやってもらいました。そんな縁が実はそんな感じでやってました。はい、トムアンなのでもういいところたくさんありますよ。もう何回も動画でもそう何回もいいとこ語りまくってるんですけど、もう弾きやすいですし、音のバリエーションもめちゃくちゃ豊富ですし、クリーンもドライブも何でもいけて、アームついてますしアーミングもできて、できないことないんじゃないかっていうモデルです。はい、ボラボラのカラーもね美しくて大好きなんですよ。ちょっとでも買った時よりも色が緑がかってきました。確かになんかイメージするボラボラってもうちょっとこう青々としてる感じが焼けてきた感じがありますね。10年経ちましてこのモデルを使っての思い出たくさんありますよ。どんな思い出ですか。僕もまさにバンドをがっつりやってたので、バンドのそのワンマンライブとか、ちっちゃいライブハウスとかですけどワンマンやったりとか、渋谷の OS と、先輩の企画で出させていただいた時とかにやっぱこれ使ってましたし、いろいろやったバンドの解散ライブももちろんこれですし、サポートとかレコーディングとかも基本こいつでやってまして、エモいシーンには必ずいますね。バンドとかをこう転々としてると心機一転というか、新しいバンドを始める時って違ったギターで臨みたいみたいなのあるじゃないですか。このバンドの時はもうこれを俺はメインでやっていくぞみたいなあるんですけど、結局最後これに戻ります。いろんなモデルでちゃんとアーシャとかもそのギターを持って撮ってやったんですけど、もう最終的にはトムになって、アーシャには別のギターを持ってる小田さんが映ってるけど、ライブに行ったらトムワンを持った小田さんが出てくるってことですね。結局これみたいな。お客さんとかもやっぱもうこれの印象がすごい強かったと、トムだみたいな感じになってたし、その昔今まですごい大事にしてるみたいな超大事ですよ、聞いたんですけど、手放そうかなみたいな、そういう魔が差したみたいなことはあったんですか。一回だけやりますね。あるんですね。あります。こんだけあるんだこんだけ愛を語ってきたけど、それもトムを買ってハイエンドギターめちゃくちゃ好きになるんですよ。トムアンサータイラーがもういやかっ
こよみたいなこのスタイル。そういう時期って来ますよね。そう当時その10年前ぐらいはいとかって流行ってたよね、いやもう全盛期だったと思います。さあみんな持ってたよね。みんなさあ持ってますみんなさそういう時代もあってやっぱ、はトム、サー、タイラーはもう超憧れみたいなのがあった時に、ジェームス・タイラーのクラシックでサイケデリック・ボミットのカラーだったかな、もうめちゃくちゃこう特徴的なフィニッシュのものがあって、しかもなんかナムに出展してたモデルという話でボミットのカラーリングもめちゃくちゃかっこよくて、それを見つけて鳴らした時にバーってなって葛藤がでまだローン残ってた結局トムだったんですけど、もしその時にタイラー買ってたらここにいなかったっていうここはタイラーだった。ここタイラーだったボミットのタイラーだったっていう可能性がありますね。はい。まず小沢の1本目がこちらのトム・アンダーソンギターワークスのザ・クラシックでした。じゃあ次行ってみますか。はい。続いて紹介するのがですね、こちら JW ブラックの JWBS です。アメリカ製です。日本製ではなく日本製ではなく JW ブラック本人が組み上げたという。今めちゃくちゃ高いんじゃないですか。100近くですかね、気がついたら凄まじい金額になってたんですけど、当時いくらぐらいで購入したんですか。当時はね50ちょっとぐらいかな、今の半分ぐらいの2017年の10月にね、当時僕がお仕事をしていた黒沢楽器にて購入しましたね。ちょうどその頃はギブソンのカスタムショップの SG を委託で出してて、それが売れたんですよ。売れた分の頭金をこいつにぶち込んで2年ローンで買いました、今回は2年支払いが生じるっていうことに対しての恐怖はもう克服したそうトムの時点でちゃんと払い終えてるからいけるでしょ、なるほど、ちょっとこう後押しで購入したわけなんですけども、当時サポートやらせていただいてたところで、とある曲でですね、サビの前にカキン、これです。これをやる必要があると。でもトムアンだとロック式のトレモロなので、そんな綺麗にならないと。できるにはできると思うんですよ。これをやるためにいいストラトを探してたらめちゃくちゃかっこよくて音も良くてっていうモデルに出会いまして、それでこう買いましたね。ボディこれフィエスタレッドのフィニッシュなんですけども、実は下地サンバーストでトップにフィエスタレッドっていう風な形になってるので、弾けば弾くほどどんどんこのサンバーストが見えてきて非常に綺麗なコントラストになるという風なモデルなんですけど、まだ出てないですね。8年経ちましたが、8年経ってこれですか結構綺麗ですよね、ピカピカ。トニックの動画でもちょいちょい使ってて、旧店舗時代とかに飾ってたりもしてたんで、ちょいちょいこう傷がねついてはいますが、そうですね、はい、塗装もめちゃくちゃ薄いみたいで、このマルチレイヤーなのに超極薄のフィニッシュですね、サンバーストも薄くて、上のフェイスタレットも薄いから、これ木部が露出してるとこあるんですけど、もうサンバーストじゃなくてもう木までいっちゃってるそう普通だと上だけ剥がれてもおかしくないようなダメージだったとしても、同時に剥がれちゃってるんだよね。丸ごといっちゃってる。そう本当にもうこうやって擦り続けないとサンバーストが出てこない可能性がありますね。ありますね特にいじってる箇所はなく、ライブで使うんでストラップピンだけちょっとロックピンに変えようかなみたいな思ったんですけど、ストラップピン外した時にビスの先端部分とかもちゃんと錆びてて、しっかりエイジングされたビスまでやってますと、その見えない部分までエイジングしてるみたいなっていうのを見て、いやいじっちゃダメだこれと思って、無粋だなみたいな。そうロックピンをつけるなんて、このオリジナルのデザインのまま使おうって思って一切変えてないです。だからライブの時とかも細心の注意を払いながらストラップつけて演奏してましたね、ストラトでシングルコイルなんですけど、音めちゃくちゃ太くて、小沢はもうガンガン歪ませたバンドをやってたんで、それでもめちゃくちゃ使えるっていうのがめっちゃ良かったですね、このモデルの思い出で言うと、それをやるために買ったので、この課金部分ですねこれがもう一番の思い出。一番の思い出、これの人いないですギターでね、そう
誰でもできるやつだからね、それのシーンがトム使ってた頃のバンドとは別のバンドをサポートでやらせていただいてて、3ヶ月4ヶ月ぐらいしか携わってなかったんだけど、すごいかっこいいバンド、めちゃくちゃいいバンドで、その前のバンドが解散した後にやることなくて、バンドも組んでなくて、いろいろ練習したりとか曲作ったりみたいなやってる時に、ちょっと人づてでギター探してるバンドあるけどどうみたいな感じで声かけていただいて、ちょっと音源を送ってもらって聞いたらめちゃくちゃかっこよくて、ぜひ弾きたいなと思って行ったら、もう一人候補がいるみたいな話になり、バトルですね。そう、半分オーディションじゃないけど、毎晩めちゃくちゃ練習して、そう臨みまして、万全の準備をして万全の状態でスタジオに行き、緊張とかってめちゃくちゃ緊張したよね。初めてだしね、そんなね、あんまりオーディションとかって、周りもだからちょっと上の方とかだったから、それで選んでいただき、濃い2ヶ月かな過ごしたバンドで超思い入れがあったので、全てを込めたこれあると思う。全ての思いを込めてこれでいっちゃったんです。これ、サビ入りこれからっていうところだったんだけど、もう溜めて俺自身としてはちゃんと鳴らしたはずなんだけど、後から話を聞くと「溜めてましたね」みたいな言われた。多分探すと小沢がこれをやってる写真が多分あるはず。その時のカメラマンさんがしっかりと撮っといてくれたんで、もはや動画見たいっすね。動画ね、全部かけたこれの。あとはこのモデル使ってだと、今 X のポストの固定であるイングウェイのちょっと弾いてみたもこれで撮ってますね。あの時もコロナ禍でギターしか触ってないような時期、もうバイトも全然緊急事態宣言で入れず、時短営業みたいな、時短営業でやることなくて1日8時間ぐらいギターを弾いてました。ずっとイングウェイ弾いてました。8時間スリップノットの画像の友達作らずに家で8時間練習しろみたいな、本当にやったんですね。それを数ヶ月やって、だから多分弾けたのかなって思う。やっぱみんなあれぐらいやってるよね。やってないですよ。やってます。だと思うんだよな。もうあれをキープできない、毎日8時間弾かないと、その速さを。だからやっぱり速い人はそれだけ多分練習してると思う。みんなプロの方とか練習してると思うけど、キープするためにやってるっていうのはある気がしますね。8時間はでもすごいですよ。この JW ブラックは手放そうと思ったこととかあるんですか？これは1回もないですね。なんだかんだでいいストラトってやっぱりずっと弾き続けられるというか、好きなジャンルとかが変わってきたりしても、なんだかんだやっぱストラトってこう対応できるじゃないですか、いろんなものに。だからなんかその時その時で使えるかなっていう気持ちもあるし、せっかくマルチレイヤーで買ってるのにこの状態で手放すっていうのは、サンバスト見てえと。そう、サンバスト見たいよね、絶対。これは8年でこの進捗でいったらそうだね、どうなんだろうっていう。いやでも40ぐらい、50ぐらいには多分出てくるんじゃないかなとは思うけど、そうです、楽しみですね。そうです。ストラトなんですけど、かなり太い音ですよね。これがなんかめちゃくちゃいいなと思い使ってますね。小沢の2本目は JW ブラックの JWBS でした。最後がですね、こちらの PRS マッカーティ594です。PRS です。小沢さんといったらPRS のイメージがめちゃくちゃ好きなので、PRS が。これはですね、2023年の11月に購入しました。割と最近ですね。割と最近です。今までのと比べると結構最近の部類ですかね。西川口のお店で購入しましたね。PRS の公式ディーラーとにかくやらせていただいてるんですけども、SE ディーラーにまず最初なりまして、そこでいろんなモデルを仕入れるんですよね。現行の PRS の代表機種というか、SE カスタム24とか、SE マッカーティ594とか、
あと当時ミラとかもあって、はい、なんかいろいろと仕入れた中で一番いいなって思ったモデルがマッカーティ594だったんですよね。ヴィンテージサウンドを現代の技術とか木材で再現するみたいなっていうところで、コンセプトもすごい素晴らしいなと思って、マッカーティいいなと思ってたのでコア行こうっつって、はい、買いましたでもこれを買ってやっぱより PRS 好きになりましたしね、はい、めちゃくちゃかっこいいです。今回はですね、男の現金一括払いで買ってます。ローンじゃないです、はい、一括で社会人になったのでもうバンドとかじゃなかったのでね、はい、現金一括で買いました、はい、このモデル実は去年11月に行われた PRS のイベントがありまして、そこでポールさんからちょっとサインもいただいてますね、ヘッド裏にちゃんとあります。トゥーテツっていう風に書いてもらって、トゥーテツって書いてますね、入れてもらいましたちょうどねその日このギターをね会場まで持って行って、はい、でそこでポールさんとこう会えるっていうことで、一応前日にちゃんとポールさんに伝えたいことをメモしておいて、はい、英語でこう話せるように勉強して、暗記して、でポールさん直接お会いして、もうあなたの作るギターがもう大好きですと、これから PRS の SD ディーラーからどんどんランク上げて頑張りますみたいな、で話をしてサインくださいっつってしかもまあ有言実行ですね。そうだね、はい、まあ気合入るよねでもね代表に言うわけだしね確かにすごいかましいみたいなそうなっちゃうよね、はい、でもちょっとそうじゃなくて、はい、めちゃくちゃいいブランドだからできてるっていうのもありますよね。改造箇所でいうとウィングボタンっていう最近の PRS でこう使われてるペクボタンに交換しました。 PRS ってちゃんとパーツの流通があるので、昔のモデルとかでも最新機種のようなこうスペックに近づけられるっていうのもいいですよね。あとこのモデルはバンドやめた後に買ってるんで、特にこうステージとかではまだ使えてないんですけど、まあ、いつか使えればいいなとは思ってはいますね。ちょっとこの間晴れ舞台が私個人的にありまして、その時にまあ一応これ持って写真撮ったりしたのがまあ一番の思い出ですね。また聞いちゃうんですけど、はい、このマッカーティは手放すとか、そういうことはなかったですか？まあないっすよね。いや1回だけ1回あります。2年でです、はい、今年の頭にチャコールフェニックスっていうモデルが PRS40 周年記念で限定で作られたモデルがあって、それがもうかっこよくて欲しいって何度も多分俺何回もデジマートの画面見せられましたねこれがねっつって。いやめっちゃかっこいいですよね。でもやっぱ100万ぐらいするギターで、やっぱりちょっと下取りとかを出して買わないとちょっと厳しくて、でも限定品だからもうすぐなくなっちゃうし、それで悩んで手放そうかなどうしようかなみたいなのはあったんですけど、まあ結果でも下取りとかじゃなくちょっとやっぱお金ちゃんと貯めて買おうかなっていうのもあり、まだ持ってはいるんですけども。今までこうボルトオンのギターをたくさん使ってきて、1本こういうセットネック、マホバックメイプルトップの欲しいなと思っていて手にしたって感じですね。なんだかんだで多分どのモデルもトニークで使ったことがある気がするので、探すと出てくると思いますんで、よろしければそちらもチェックしてみてください。お願いします。あと他には家に SE シルバースカイ、社長からいただいたやつですね本当にサプライズで社長があげるっつってくれたやつとか、パーツだけちょっと US のモデルに近づけてっていう風な、あとはマーチンのアコギもありますね。ざっくり小沢のラインナップはこんな感じです。じゃあ次はちょっと村井の本気の3本を紹介してもらえればと思いますんで、続いて村井のターンです。どうぞ。カジノです。渋いね1本目これカジノです。僕はカジノ好きなんですよ。いやいいですね。俺ワンパックすぎたねちょっと
91年製の日本で作られた頃のカジノ。僕大学から宮城県仙台市住んでて、仙台の楽器屋さんで中古で購入しました。今結構値段上がってるらしいです。いやそうだよね、前うちにもその日本製カジノ70年代とかだったと思うけど、結構いいお値段だと思うし、多分これもそれに通じるぐらいの価格には上がってるかもしれないですね。とはいえトムアンとかと比べたらいやいやいやちょっとあれなんですけど、買ったのがその社会人になってちょっとしたぐらいなんですけど、24歳ぐらいの人って急に箱物欲しくなるじゃないですか。いや俺なかったな。いやあるんですよ。そうなんだ。24まっとうに生きてればあるんですよ。なるほど。僕も漏れに漏れず箱物欲しいなってなって、値段的にもまあちょっと当時結構安くて、カジノってやっぱちょっとチョイスとして渋いな。そうね。箱物欲しいってなって普通335行きますよね。そう335とかがっつりフルアコというか175とかね。そうですね。なんかそっちを行くのかなと思いきや、でもビートルズめっちゃ好きとかじゃないよね。別にいや好きですけど全然にわかというか。そうだよ。あんまり弾いてるイメージとかないから。好きは好きですけど、聞き戦まあ嫌いな人いないね。いないですね。箱物欲しいと言いつつ、リアピックアップは欲しかった。フロント一発のアーチトップとかってめっちゃかっこいいじゃないですか。かっこいい。なんかこうリアがないと怖くて、これわからないですか？フロント単体で勝負する。勇気がなかったんですよ。確かにそこまで考えたことなかったな。俺必ず2つか3つついてるのしか買ってないから。いやなんなら3シングルのストラット怖かったですからね最初。ああそうなんだ。ブリッジはハムがいいみたいな考えがあって、もうどうしても2発欲しかったのもあったりとか、いろいろあってこれ買ったんですけど、じゃあ初フルアコがそうです。初フルアコというかもう初箱物がもうカジノで、本当はもうちょっとジャズとかやりたかったんですけど、音が割とパワフルなんで、むしろフュージョンとかオールラウンダー型だったっていう。思ったよりそのジャジーじゃなかった。まあ個人的にはです個人的にはなんですけど、当時は僕はこれで無理やりジャズっぽいことをしようとしてみたりとか、ちょっと音楽性とかも。24歳ってまたその年齢の話なんですけど、だんだん原因下がってきません？ああそうみたいな。そのタイミングは存在する。大学の軽音部の友達とか、みんな卒業してからバンドを続けてた人たち、なんかみんなガンガン歪ませてたのに、どんどん歪みの量が減ってって最後みんなクリーンになっていくみたいなことがあって、まあ僕もともとクリーンで弾くタイプではあったんですけど、クリーンもドライブも好きなんですけどね、よりそういう傾向強くなってきて、もう箱物がどうしても欲しいって感じなんですよね。渋いチョイスですね。いや渋いっすよね。でもエピフォンって結構 X でたまに見ないですか？ちょっとエピフォンでネガティブなっていうか、バカにされましたみたいな。なるほどね。結構見るんですよ。結構悲しくなるんですよね、それ見ると。いや結構いいぞみたいな。廉価のイメージみたいなものは確かにあるんですけど、でもね、物いいしさ、そんなこと言わんでもとは思うけど。そうですね。特に反応はしないですけど、軽く傷つきながら所有してますからね。いいのになと思いながら。いやなかなか渋いチョイスだと思うんだけど、これも手放そうかなとか、なんか買い替えようかなみたいなっていうタイミングはないです。ない。いや僕1本目だしね。そうです。僕が買った竿を手放さないタイプなんですよ。すごい偉い。このマッカーティは手放すとかそういうことはなかったですか？まあないっすよね。いや1回だけ。増えてくだけみたいな感じなんですよね。今何本ある？トータル。ベースも弾くんですけど、合わせたら本当本ぐらい。すげえ。減らないんですよ。偉いね。でもね、本当に弾かないやつは売るんですけど、通算で売ったのは2本だけですね。本当に。あと10回ぐらいできるね。村井会が。はい。それはでも8弦ギターとか売っちゃいました。なるほど。あまりにも独特すぎるやつ。そうですね。当時僕がやっぱりジェントとかかなり好きでハマったんですけど、なかなか社会人とかになってバンドやる機会とかも減ったりとか、いろいろあるうちに本当に使わなくなっちゃって手放しましたね。それ以外は基本的に持ってます。偉いわ。弦なし、象のみですね。でもフルアコは欲しいんですよ、新しい。それこそワンピックアップのやつ。今度こそは。いや実は1本あるんですけど、それはまた別の機会にどんどん掘り下げていきましょうかね。ちょっとじゃあ音ね、せっかくだから聞かせてください。はい。
うまっそして長い引きすぎました。めちゃくちゃいいね、はい、でもね、はい、いやすげえわ、いいぞっていうことで、はい、では1本目以上になります。2本目はこちらです何でしょうか。これはもうギブソンの SG スタンダードの、はい、61年モデルのやつですね。61リーシューってやつですよね、はい、見たことあるなあっちの9店舗でなんか置いてあったような気がするんだよな。本当ですか。横浜のギターショップトニックさんで買いました。うちでお買い上げいただいて。シャワリですそうですね、シャワリで、はい、はい、村山もめちゃくちゃ頑張ってくれてるので、いやいやいやシャワリで買わせていただきました、はい、こちらなんですけど本当にもうスライドギター専用機ですね。なるほど。ディレクトラックスとか、はい、ディアン・オールマン的なスライドといえば SG みたいなとこ、なんかあるかなみたいなイメージで買ったっていう感じですね、結構なんかこの辺とかははい、変わってるやつ、ね、変わってます。ピックガードを黒から赤べっこに変えて、はいはいはい、あとピックアップも僕変えてますね。もともとはギブソンのバーストバッカー持ってたんですけど、販売当時そうでしたもんねちょっとめたい発言そうです。僕が検品した時はバーストバッカーが持ってたはずなんですけど、はい、今はローラーピックアップのインペリアルのローワインド、ちょっと巻き数が少なめのやつ、ちょっとヴィンテージ志向のやつ乗せ替えて、若干音がバーストバッカーよりもこうマイルドな感じっていうんですか、より甘めのトーンになったかなっていう感じがしてますね。手を加えられたんですね、SG は。そうです。もう見る影はあるけど、まあだいぶ変わってますね。まだ買って言うて1年も経ってないんで、9店舗にあったから1年経ってないかな。はい、まだ思い出はこれから作ろうかなって感じです。家とかでは弾いてスライドギター練習してみたいな感じだけど、まだやってはいないっていうことですね。全然そのライブとかでは日の目を浴びていないっていう感じですね。これからですな。はい、はい、じゃあこれもちょっと、ね、せっかくなので音聞かせていただければと思いますので、お願いします。はい。うまっそして変えてきたちゃんと一応スライド専用機って言っちゃったから。いやすごい、はい、さすがです。いやいやいややっぱスライドギターって、いいっすね、はい、チャレンジはしたことある。本当ですか。でもなんかできねえやってなっていやむずいんですよ全然チューニングとかもレギュラーじゃないから。そっかそっか。僕もまだまだ全然始めたてなんですけど、でも、これだけ弾けてればもう。いやいやいや全然こんな感じでした。はい、これが3本目ですやっとなんか小沢が好きそうなのこちらは何ですか。これはですねフェンダーセレクトストラトキャスターっていうやつですね、結構珍しいやつだよね、メープルトップになってたりとか、ここかっこいいね。そうです。バインディングみたいに見えるんですけど、指板分まで削ってくり抜いて、すげえらしいですよ。こんなやってたんだね。やったみたいです。何年ぐらいのモデルだ。
これ2014年とかそのぐらいだと思います。かっこいいですよね。フェンダーでこういうのを作るってやっぱ当時こういうの流行ってたからあったのかなとは思うね。キルテッドメイプルのフェンダーとか僕春畑さんモデルぐらいしか知らないですもん。あんまりないですよね。あんまりないと思う。これはもう本当にトップ材だったりとか、あとメイプルもバーズアイメイプル、ラグジュアリー感のあるフェンダーらしからぬ、あとロックペグだったり、ロックペグだ、ね、2点支持トレモロだしね。そうです。結構モダンストラトですね。モダンストラトですね。これはいつ頃購入したんですか？これ実は買ってないというか、僕のものではないんですよね。地元の後輩が結婚してで子供生まれて、もう育児と仕事でもうてんてこまいになっちゃって、もう自分持ってても弾かないからちょっと弾いてほしいみたいな、持っててほしいみたいなこと言われて、超信頼されてるのかな。なんか絶対この人に渡せば弾いてくれるみたいな。今思ったら確実に暇であろう人間ってことですよね。いやそんなこと絶対この人なら自分の持ってるこのすごい好きなモデルを弾いてくれるんじゃないかっていう期待を込めてじゃないかな。結婚もプライベートイベントがなくしばらくは暇な状態が続くという、ギターに没頭してくれてる方がっていうね、いい感じに言ってくれてますね。僕はそのストラトキャスターをもともと持ってはいたんですけど、メイプル指板だったりとか、そもそもアッシュメイプルの楽器が好きだったりもしたので、これが手元に来るまでアルダーローズのストラト一本もなかったんですよ。これアルダーローズって言ってもトップはね貼られちゃってるんですけど、使い勝手は良かったかなっていう。差別化がこう、その当時何本持ってたか分かんないけどまあちょっと差別化ができてたんだね。そうです。それで結構出番は卓録とかで、結構音がトレブリーっていうか結構ジャキジャキしてるんですよ。なのでコード弾きだったりとかバッキングで使うことが多いです。なるほど。最近でも横浜のトニークさんっていう楽器屋さんで、僕も知ってますよ。シルバースカイいいですね。それでもうアルダーローズは2本目になっちゃったので、なるほど。ちょっと今後シチュエーションで使い分けていこうかな。使い分けがね。シルバースカイもね、この間も動画で話したけど、うちのスタッフ4人いて2人持ってますから、シルバースカイでもう1人買おうとしてるやつがいますから。そうですね。US のモデルを取り扱えるようになってちょっと経ってからだよね。そうですね。なんか欲しいって言ってね。まあそうですね。ちょっとシャワリとかも村井がすごい頑張ってくれてありがたく買わせていただいて。でもなんか動画とかでもねちょいちょい使ってくれてね。そうです。僕たまに登場しますよ。そうですよね。大事に使ってますね。でも4人いて2人持ってて1人買おうとしてる、なんかもうルールなんですか？いや別にトニークに入ったらシルバースカイを買おうじゃない。PRS 買いましょうとか一切ないです。そうですよね。全くないです。そういうシルバースカイハラスメントではない。全く。でも多分よく話すじゃない。みんなこう割と距離が近いじゃない。まだスタッフもそんなにいないから。そうですね。でやっぱ話しててギターとかの話になると何がいいんですかねとか結構聞かれるからさ。やっぱお客さんとかとそのお話ししてるとかの聞いたりしてるとさ、ちょっと気になってくるものなのかなとは思いますね。そうですね。おかげさまでシルバースカイもうちでは人気商品の一つって言いますよね。そうですね。間違いなくどんどん広めていきましょう。気づけばこのギターの話じゃなくちょっとそれちゃったです。音聞いてみましょう。さすがですね。いやいやいや。これまでの2本とはちょっと違った感じの邪気ついてました。いいねこれもね。結構癖強なんですけど、ハマればすごくいいかなっていう感じですね。これをね
貸してくれた、はい、お友達に感謝ですね。感謝です。本当に。これでも使うことは知ってる？はい、昨日の夜ちょうど使わせてくださいと。いいよと。はい、使ってくれと。使ってくれて。いや、見てくれてるといいですね。そうですね。返さなくていいかな。いや、さすがに。今度だから自分がすごい忙しくなってさ、聞けないわってなった時に、もしかしたらいいですね。目標にするみたいな。そうそう。忙しすぎて聞けないから返すわみたいな感じでね。俺ももう弾けないってもしかしたらその時ちょっとこう子育てとか落ち着いてるかもしれないからね、最高の形で返してあげたいと思います。はい、これが村井の本気で選んだ3本ということで、めちゃくちゃ面白いラインナップでしたね。やっぱ個性が出たんじゃないでしょうか。以上が村井の3本でした。はい、6本紹介終わりました。いろいろ話しましたね。いやなかなかこういう自分の好きなものというか、普段レビューというかいろんなものをこうお客様に紹介させていただいてるんですけども、そんなこう自分たちだからこそこの本気で選んだギターを語るっていうのは熱入りますよね。そうですね。普段お客さんに勧める時だってめっちゃ熱あるじゃない。自分の好きなものとか、自分がいいなと思ってるものを勧めてるわけで、自分がいいなって思ったものを買ってそれを紹介してるんで長くなりますね。長くなっちゃいますね。結構脱線しつつ余談も入りつつたまにはこういうのもね、面白いなと思うんです。年始ですから。年始ですからね。普段はこういうのあんまりやらないんですけども、今回お正月特別企画ということでちょっと緩い感じでやらせていただいたんですけども、皆様いかがでしたでしょうか。このモデルが良かったとか、このスタッフのこれ紹介してとか、村井さんのギター全部見たいとか、何やらありましたらぜひぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。改めまして皆様今年もよろしくお願いします。ということで2026年、初の動画なんですけども、今回ちょっと村井にも参加していただきまして、ショートでね結構出てもらってるというか、基本もうショートは彼がやってくれてて、いつも弾いていただいてるんですけども、店頭でも言われるよね、そのショートの村井さんでみたいな。ありがたいことに最近では言っていただいてます。めちゃくちゃうまいし知識もすごい豊富で、あとかなりオタッキーな部分も詳しいので、もし褒めなのかいや全然いいと思う。なので店頭で声かけてもらえればと思いますので、2026年どうしていきますかね。そうですね。ちょいちょいでも話すよね。そうですね。今後どうしようかみたいなさ、ちょっと仲間欲しいね。仲間欲しいです。明らかな人手不足。ごめんな。そういう意味じゃないんですけど。村井に関してはちょうどだから1年前ぐらい。そうです。1年ちょいとかか。もともとがギークインボックスの方で働いてて、そうだよね。ギターも弾くっていうことで、小沢さんそれまで一人でやってたんですけど、ワンオペいかつかったからね。それで僕もそこに入っていって2人体制になって助けていただいてっていう感じで、がっつり入るようになったのが1年ちょい前とかからだよね。いや気づけば早いっす。早いね、本当にね。だからちょうど1年前のPRS のイベントとかぐらいからがっつりだよね。いやめちゃくちゃ助かってるんですよ。これでねスタッフもまた増えて、で2026年またちょっとね新しく仲間とか増やせていけたらとか思ってますので、私たちがしっかりと面倒見ますので。そうですね。ね、アットホームな職場です。絶対ブラックな職場のいいやつです。そうね。でもアットホームっちゃアットホーム。うちだいぶアットホームだね。なので興味ある方とかいたらね、ぜひご相談いただければと思いますので、ぜひお待ちしてます。ということで2026年もギターショップトニコよろしくお願いします。ということでこの動画面白かったという方はいいねとチャンネル登録高評価よろしくお願いします。いつも見てくださっている皆様本当にありがとうございます。感謝しております。 Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェックフォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-4-8、丸山ビル1階ですね、ギターショップトニック営業しておりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。ゆるく話していくとめちゃくちゃ長くなるね。今日は過去最大ぐらいになったんじゃないですか。はい、たまにこういうのもやっていればと思いますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。